ヤッホーとしきです。今回は船ゲット後の超絶おすすめ攻略6選ということで、いや動画冒頭から結構やばい映像流れてますよね。これ上の世界なんですよね。今回はこんな感じで6個動画にまとめてきました。まず一番重要な力の種の乱獲スポット、そして守りの種、素早さの種の乱獲スポットの紹介、そしてそれぞれを1時間戦ってみてどれだけドロップしたのかの検証結果もお伝えしていきます。そして魔物呼びがやばすぎる、はぐれモンスター60体程度捕獲した時にどのぐらいの威力が出るのかっていうのと、今回の動画の目玉ビーストモード用の誰でも簡単に50体捕獲できるルートを作ってきました。それに必要な最後の鍵と闇のランプをゲットって感じですね。でご覧の映像は上の世界のスライムのみのスポットで、しっかりメタルスライムはぐれメタルが出るよという証拠動画ですね。いやこれね結構出現率高くって、一番動画の最後に紹介してるんで、ぜひ皆さんよかったら参考にしてみてください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、それでは力の種の乱獲スポットの紹介と、今回は1時間そこでずっとバトルして検証してきましたので、どのくらいゲットできたのかっていうのも報告していきたいと思います。一応先に言っておきますが、ここで力の種集めすぎるとゲームバランスが崩壊する可能性がありますので、そこら辺はねご自身で考えてやってみてください。全然ここで10個とか20個集めるぐらいだったらゲームバランスは崩壊しないですし、すごくストーリー進めやすくなりますんで、かなりおすすめですね。でもろもろお話しした後に、なぜ一番最初に力の種が必要なのか、そして種を使う時の注意点もお話ししてますので、よかったら参考にしてみてください。それでは早速力の種乱獲スポットと、ここに来れるようになるタイミングについてお話ししていきます。場所がジパングという町のすぐ近くなんですね。ダーマ神殿がここにあって、ストーリー進行上で転職ができるようになったよ、そしてそのまんまイベントを進めていくと、すぐにポルトガという町で船をゲットすることができます。それで船をゲットしたらすぐここダーマ神殿から南東の位置に船で来ることができるんで、結構早めの段階から力の種は乱獲が可能です。今回検証に使っていたパーティーがこちらになっています。主人公がレベル38、他がまあ30超えたかなっていう感じで、パーティーは勇者、盗賊、魔物使い、盗賊で、本当は盗賊3人の方がいいんですね。今回倒していく敵が宝箱から落とすパターンと、盗賊が盗んでくれるパターンの2パターンで攻めてるんですけど、実際ここに来れるようになるのが早いっていうのと、わざわざ盗賊3人集めるのがめんどくさいって思う人もいるかもしれないなと思ったんで、わざと皆さんのリアルな環境に寄せてみました。今後本気で集めようとして盗賊3人にしたら、今回お伝えする結果よりも集まるんじゃないかなっていう感じに思ってもらえればいいかな。おすすめの装備は風のブーメランとなっています。これは普通にダーマーで売ってるんで買ってみてください。それでは先に結果からお伝えしていきたいと思います。1時間でどのくらい集まったのかというと、なんと17個ゲットできたんですね。これやばくないですかね。使うとランダムで1から3上昇しますので、マックス3で上がり続けると 17×3 なので51も力を上げることができます。たった1時間でね。なのでぶっちゃけ1時間だけでもやってしまえば力が51上がるので、193が244ですよね。もうほぼほぼ勇者に近づいてきてるみたいなキャラクターも作ることができちゃうんですね。一応ねこの17個より上振れ下振れはあるかもしれませんが、何度も言うようですが盗賊2人だけなのでね、盗賊3人の本気のフルメンバーでやったらもうちょっと集まるんじゃないかなって感じしてます。でやり方は簡単です。ここのフィールドで歩き回る、もしくは口笛で敵を呼ぶだけですね。今回僕は口笛を使わずに1時間戦った結果でこれなので、口笛使ったらもっと効率が良くなると思います。はい、出てきましたね。ここのフィールドめちゃくちゃいいのは、カエルとこの豪傑グマってやつしか出ないんですよ。2種類のみです。で力の種を落とすのは豪傑グマなので、これめちゃくちゃいい感じですよね。はい、倒しました。ワンターンで倒せる時と、敵が大防御をやってきて結構時間がかかる時もあるので、普通に勝ってみてちょっとそのバトルのスピード感なんかをお伝えしていこうかなと思います。さあ出るかな。ここら辺からもうノーカットで普通に攻撃って感じでやっていきたいと思います。はい、ここら辺になるとワンターンで倒せるんですが、敵が大防御やってくる時がね結構頻繁にあるんですね。悪いことばっかりじゃないんですけど、3回連続で大防御やってくるとかそんな感じの時もあったんで、結構辛い時ありましたね。はい、出てきましたね。なかなか大防御やんないですね。倒しきれない時もあります。はい、これをずっと繰り返すだけですね。そんな強くないんでね、全然レベルそうですね20とか23とか、25ぐらいあったら結構いいかなって感じなんですが、はい
どんどん戦っていきましょう。倒しきれないですね。はい、倒しました。はい、どんどん探していきましょう。やっぱ口笛覚えたいな。やっぱ欲しいですよね、口笛ね。はい、こんな感じでカエルが出ない時は逃げていました。さあ、今回は大防御使って、来ましたね。大防御使ってきました。これね、全然敵を倒しづらくはなってしまうんですけど、悪いところばっかりではなくて、こんな感じで、ブーメランで戦っていて、例えば他にカエルとかいたとしても、1匹残ってくれるんですね。これが何がいいのかというと、今作、大体ドラクエシリーズ全部そうなんですけど、宝箱を落とすのって、一番最後に倒した敵のドロップなんですね。なので、大防御使ってくれるのはむしろ好都合というか、カエルより後にこの豪傑グマを倒すことができるんで、めちゃくちゃ好都合ですよね。はい、2回連続でやってくる時もあるんですけど、ここら辺はね、しょうがない、残ってくれてありがとうって感じで、ガンガン攻撃していきましょう。はい、倒しましたね。そんな苦労することはないです。本当にそんな強くはないんで、普通に戦ってれば、はい、こんな感じで盗んでくれました。ありがとう。はい、といった感じのスピード感、バトルの感じ、エンカウントの感じで1時間やったら、17個ゲットできたといった感じですね。で、これからね、種の乱獲スポット見つけて紹介していきたいと思うんですけど、なぜ一番最初に力の種かっていうことなんですが、お気づきの方多いと思いますが、とにかく力さえあれば他種探す時も敵倒しやすくなりますよね。もうシンプルにこれだけです。とにかく力さえあれば他の種集めがすごく効率が良くなるので、ぜひね、一番先に集めてみてください。続いて種を使う時の注意点なんですが、まずは主人公に使ってください。これはなぜかというと、勇者主人公が転職できないからですね。先に主人公の力を上げてしまって、でブーメランとか持たせてしまえば、他の仲間が転職でレベル111だったとしても、主人公が一気に倒してくれるんで、レベル上げもはかどるんですよね。ということで、力に限らずね、他の種も勇者に使っていこうというのがまず1点目。2つ目の種の注意点が、種を使うときはセーブ&ロードをしようという点ですね。これも結構有名な方法なんですが、僕も今試してたんですけど、力の種はランダムで1から3上昇するんですね。なので3をできれば引き当てたいということで、例えば今使ってこれで1上がりましたね。そしたらすぐにセーブしておいたのでタイトルに戻ってください。はい、タイトル画面に行ったらもう決定ボタン連打で大丈夫なので、これですぐ戻ることができますね。はい、戻ってきました。そしたらまた使うんですね。さっきは1だったんですけど、今回はどうか。はい、また1ですね。そしたらまた、タイトルに戻りましょう。はい、また戻ってきました。使ってみたいと思います。2上がりましたね。2でもダメですね。2でもいいやっていう人は2で OK なんですけど、僕はちょっと3が好きなので、またタイトルに戻ります。また使ってみましょう。次は、3上がりましたね。はい、3上がったら一旦やめてセーブしてください。これを繰り返すだけですね。といった感じで繰り返すだけで確実に3ずつ、他の種もそうなんですが、上げていくことができて、効率ぐんと上がりますんで、やってみてください。続いて、守りの種、そして素早さの種の乱獲スポットと1時間検証した結果を紹介していきます。先に1時間で何個集まったのかというと、こちらです。守りの種が10個、そして素早さの種が15個もゲットすることができました。使っていったパーティーはこちら、だいたい40手前ぐらいに育っていて、盗賊が2人と条件は全く一緒になっています。これでセーブ&ロードを駆使すれば確定で3上がるので、 10×3 で身の守りが30、そして素早さが45も上げることができるんですね。1時間で。もちろんね、今回の結果が上振れしてる可能性もありますが、本気でね、盗賊3人突っ込んだらもうちょっとゲットできると思いますんで、これめちゃくちゃいいですよね。そして重要なことをさっき言い忘れてたんですが、一番のおすすめはもちろん主人公に種を使っていく。転職ができないんでね、主人公がいいかなって感じなんですが、仲間たちですね、転職すると能力が半分になっちゃうんですが、今作は種を振った分は転職して半分になった時も残ってくれるんですね。そして僕の主人公が今星降る腕輪、素早さ2倍のアクセサリーですね、それを装備していて素早さ348、この状態でメタルスライムよりもたまに早く行動することができるようになっています。一つこのラインは重要なところかなって感じですね。素早さ半分にして170ぐらい盛ることができればメタル狩りが少しやりやすくなるんじゃないかなと思います。で、はぐれメタルはまだ先制できないので、どのくらいのラインではぐれメタルより先に動けるかっていうの分かったら固定コメントに書いておきますね。なのでこの結果から何が言えるのかというと、武闘家の会心必中今作ありますよね。はい、もうお気づきですよね。素早さを高めに高めた武闘家の会心必中で、メタルスライムもしくははぐれメタルの上からもう必中会心攻撃を当てまくる。もうこの
ムーブが完成すればメタル狩りすげえやりやすくなるんで、今後の転職にもマジで便利ですよね。おまけに今回は守りの種もついでに10個ゲットできてるんで、本当はね、素早さの種狙い撃ちしたかったところなんですが、全然嬉しいですよね。これを使えばカッチカチな防御力を持った戦士で仁王立ちみたいな激強ムーブも作れるんじゃないかなって感じ。はい、そして守りの種、素早さの種の乱獲スポットどこかというと、ダーマ神殿がここですね。ここからぐーっと上に行って、ムオルという町がここにあるんですけど、その近くのこんな感じの、ここがムオルの町ですね。の右側ここにいます。で、今回も同じく口笛を使わずに、普通に盗賊2人でこんな感じで戦っていきました。はい、スライムつむり、こいつらが守りの種を落とすんですね。で、バトルの感じ、こんな感じですね。一応ワンターンキルはしてるんですけど、こんな感覚のスピードで1時間戦ったよっていうのもお見せしていきます。で、口笛も使ってないんで、もし口笛使ったらね、もっと早く効率的に集めることができると思います。はい、こんな感じでエンカウントして、またスライムつむりですね。はい、これで普通に倒していきましょう。こいつらね、結構まとまって出てきてくれるんで、盗めるし宝箱も狙えるというね、結構嬉しいっすよね。で、ここでデッドペッカーっていう敵が出てきて、そいつが素早さの種を落とすんですが、前作から一部有名だったんですけど、そのデッドペッカーっていう敵が素早さの種の宝箱の確率、こいつですね、出てきました。右側2体ですね。こいつら前作だと素早さの種のドロップ率が16分の1っていう破格の確率なんですね。で、おそらく今回も引き継いでるんじゃないかなっていうぐらい落としたり盗めたりしてるんで、めちゃくちゃうまいんすよ。はい、こんな感じの感覚でずーっと口笛を使わずにこの結果だったんで、もっとゲットできる人多いんじゃないかな。また余談ですが、さっきからちょいちょい出てきてたベリーサタン、こいつね、実は祈りの指輪を落とすんですね。盗むパターンもあるんですけど、これも皆さんご存知金策アイテムですよね。売るとまあまあな値段で売れるんで、今回1時間やった結果、僕は最初7個持っていて14に増えてるんで7個もゲットしています。軽く1万ゴールド弱ぐらいはゲットできてるんじゃないかなって感じするんで、金策にもなるっていうのが嬉しいところ。はい、盗みましたね。でね、実はレアで普通にメタルスライムも出てくるんで、全然うまいんですよ。はい、ということで素早さを思いっきり高めた舞踏家の会心必中、ここで作ることができますんで、ぜひやってみてください。はい、魔物呼びがやばすぎる、やってみたいと思います。今作から新しく追加された魔物使い、そいつがはぐれモンスターを10体捕まえることで覚えることのできる特技、消費 MP が8になっていて、敵全体に4回攻撃する、つまり爆裂剣みたいな技なんですが、捕獲したモンスターの数が増えれば増えるほど威力が上がっていくよという特技になっています。これがね、マジで強すぎるんですよね。僕の今戦歴で見ると、一番下から2番目、集めたモンスターの数が63匹。この状態でどのくらい威力が出るのか、ちょっと見せていきたいと思います。はい、それではやってみたいと思います。今回のマリベルで魔物呼びで他を防御してみたいと思います。さあ、これでどうなるかって感じですね。はい、見えましたかね。70とか98とか見えましたよね。あれが4回繰り返されるんで、ほぼほぼ300弱ぐらいは出る威力になってるんですよね。やばいですよね。そしてこれもう1個やばい要素がありまして、これ魔物使いに転職して1回バトルするだけで覚えることができる。つまりレベル1の状態から300ぐらいの威力を出す特技を覚えられるっていうんですね。これやばいっすよね。さらにもっと言ってしまえば、最終着地点が賢者とか呪文を使って戦っていくのもいいんですが、そんな物理攻撃の弱い職業で MP8 で300ぐらいの威力が出せるって考えたら、マジでやばい特技になんないですかね。しかも賢者であれば MP 高くなっていくんで、今後ビーストモードで1ターンに2回行動できる、つまり1ターンで 16MP 使うとしても全然使っていけますよね。この組み合わせめっちゃ強い。チーム全員魔物呼び覚えることができれば、もうそれだけでとてつもない火力になりますんで、魔物使いはね、全員経由するのがいいんじゃないかなと思います。で、一応これも後で解説するんですが、もちろんビーストモード50体捕獲した後ですね、ビーストモードを覚えてから他のキャラクターも魔物使いに転職するようにしてください。はい、ということで魔物使いが全仲間経由する理由ができましたよね。ぜひやってみてください。それではこの後紹介するビーストモード用のはぐれモンスター50体捕まえる前の準備ですね。最後の鍵と闇のランプを入手していきます。今から紹介するもの、そしてその後のビーストモード用50体捕獲ル
ルート、両方ともボス戦なしでゲットすることができますんで、ぜひね、皆さん活用してみてください。そしてこのアクションを起こせるのは、ストーリーでダーマについて転職できるようになった後、そしてその後ちょっとストーリー進めると船をゲットできますよね。その船をゲットした瞬間からこのムーブ起こすことができるんで、思ってるより早めからできますんで、ぜひね、先にやっておいていただきたい。詳しく解説に入る前に一応流れだけさらっておきます。船をゲットしたらランシール、この街ですね、消え去り草を道具屋で買ってください。最低2個、できればまあ10個ぐらいあった方が安全かなって感じです。安いので買ってみてください。その後エルフの隠れ里から船でエジンベアという国に行きます。そこで岩ギミックをクリアして乾きの壺というキーアイテムをゲット。その後アリア藩から船で南下して浅瀬の祠という場所に行って、さっきゲットした乾きの壺を使う。そうすると最後の鍵ゲットできますね。最後テドンという町に行って闇のランプを普通にゲットするだけ。以上で終わりです。結構簡単ですよね。はい、それでは解説に入ります。今どこにいるのかというと、マップの真ん中下の方ですね。アリア藩がここにあって、そっから西にまっすぐ行って割と近い位置にここランシールという町があります。ここに入りましょう。入ったら道具屋に行って消え去り草を最低2個買ってください。ここにありますね。300ゴールドなのでまあ10個ぐらい。この後はぐれモンスターでも使うので最低2個ぐらいはゲットしておいてください。まあ5個ぐらいでもいいですかね。消え去り草を買ったらエルフの隠れ里へワープしてください。エルフの隠れ里から南西にちょっとだけ進んだところ、この羽ペンの位置ですね。ここがエジンベアという国になっています。こんな感じの見た目です。船で来てみてください。ここに入りましょう。はい、エジンベア通りましたら、この衛兵がいて中に入れないので、ここで消え去り草を使ってください。はい、姿が消えたら中に入ることができます。入ったらまっすぐ行って、ここを左に入ってください。そして階段を降りていきましょう。そうするとこれトレーラーにもあった岩のギミックがありますよね。これで何をやるのかというと、岩をこの水に落とすことなくあっちの方の上の方にあるところに3つ収めましょうっていうギミックなんですね。はい、実際にやってみたいと思います。まずは右側に行って、これ押さないように注意してからこれを下に押します。そしたら真ん中の岩を左に押します。押したらぐるーっと回って左にある岩を前に押します。でこれをもう一回回って真ん中の目的の通路まで押します。ここ気をつけてください。そしたら右側の岩の方に戻っていきましょう。ここを一回押します。はい、でそしたらまた戻しておきます。そしたらまず1個確保ですね。これで真ん中に入れます。まあどこでもいいんですけどね。はい、これで1個クリアしました。続いて左の岩を1回左に押します。はい、ぐるっと回って上に押します。もう1回戻って同じように通路に入れておきます。はい、これで2個目ゲット。最後も簡単ですね。水に落とさないようにやってみてください。ここを押して、はい、左に押します。押します。で、これを、この辺りまで押してください。で、ぐるっと回って同じやり方ですね。これを上に押して、で、あとは左から押していけば、クリアですね。これを上まで持ってってください。はい、見事3つ押すことができましたら、ちょっと戻ってマップの上の方に行きたいと思います。はい、見えてきましたね。ここの宝箱から乾きの壺というキーアイテムをゲットできます。続いての目的地がこちら、浅瀬の祠ですね。地図で言うとちょっと右上あたり羽ペンの位置にあるんですが、ここどうやっていくのかというと、この羽ペンから真下の方にアリア藩が下の方にありますよね。あそこからずっと南に下ってくるだけでここに来ることができます。はい、その場所で乾きの壺を使いますかみたいなのが出てくるので、使うとこんな感じの場所が出てきます。ここに入りましょう。はい、もう入ったらすぐにここの宝箱から最後の鍵ゲットです。続いて闇のランプゲットしにテドンという町に来てください。マップで言うと左下のこの羽ペンのところですかね。先ほどのランシールからこうやって西に船で来ると来やすいんじゃないかなと思います。でここで重要なのが昼の状態でこの町に入ってください。はい、昼の状態で入ってきましたら左の武器屋に入っていきます。ここを上に登っていきます。登りましたらここの宝箱から闇のランプゲットです。それでは今回の動画の目玉、ビーストモード用の50体簡単捕獲ルートをやってみたいと思います。これをやる前に魔物使い通ってしまうとビーストモードを覚えることができないので、しかもですね、今回作ったルートは割とストーリー順に並べてはあるんですけど、ボスを倒す必要がない、そしてラーの鏡といったキーアイテムも必要ないといった誰でも簡単に回れるルートになってますんで、ぜひねこれは参
考にしてみてください。まず1匹目のスライム、いざないの祠ですね。アリア藩から祠を旅の扉出てすぐ来ると皆さん確実にゲットしていますよね。ここから1体目からスタートしていきます。タイムスタンプとナンバーも振っておきますので、まだ見つけていないはぐれモンスターをね、確認しながらやってみてください。それではいってらっしゃい。
そして最後おまけなんですが、上の世界、普通の通常の世界ですね、そこでスライムのみが出てくるスポットを発見しましたので紹介していきます。もちろんここはメタルスライム、そしてはぐれメタルも出てくるので要チェックですね。そのスポットに今から行きたいんですが、このラーミアという鳥を解放してから行くことができるので、ちょっと経ってからって感じですね。ガルナの塔からまっすぐ行ってここですね。はい、なんか密林がいっぱい並んでると思うんですけど、ここちょっと低空にして、ここですね、島というか高台なんですけど、ここに降りてみてください。はい、地図で見るとこんな感じのところですね。ダーマがここで、ガルナの塔がここで、そっからちょっと北西に行った密林の下の高台ですね。全体で見るとこんな感じの位置になってます。真ん中よりちょっと上。はい、ここでスライムしか出てこないっていうのがやばいですよね。キラキラがあったので降り立ったんですけど、なんかね、スライムしか出てこなくって、ここで実際どんなのが出るのか見ていきましょう。あ、出ましたね。早速はぐれメタル出ましたね。はい、ここで出たら普通にね、皆さんの戦うような感じで、まあアサシンアタックとか魔物呼びとかでもいいんですけど、魔物呼びでもいいですかね。はい、これで逃げましたね。ということで結構ね、今作はぐれメタル逃げるんですね。ただメタルスライムもしっかり出てくるんで、めちゃくちゃお得なスポットになってます。しかもですね、ここやばいのがレベル上げだけじゃなくて、いろんな種が手に入ります。まずですね、出てくるホイミスライム、こいつは力の種を落とす。続いてマリンスライムも出てきて、こいつは不思議な木の実。はい、メタルスライム倒すことができたらワンチャン素早さの種。はぐれメタルはね、確率で幸せの靴なんですね。で、スライムつむりが守りの種、ベホマスライムがスタミナの種といった感じで5種類の種をゲットできる確率もあって、はぐれメタルもいて幸せの靴ももしかしたら落とすかもしれないんで、めちゃくちゃいい場所ですよね。レベル上げついでに運が良ければ種も集まるよといった感覚でいいんじゃないでしょうか。出てきた。ちなみにね、出てくるときはこんな感じでメタルスライム5匹、そしてはぐれメタルとかメタルスライムも8匹ぐらい出てくるんで、めちゃくちゃうまいです。めっちゃ出てきます。ぜひね、余談にはなりますが、上の世界でも全然普通にスライムのみのスポットありますんで、興味のある方はぜひ来てみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。船ゲット後の超絶おすすめ攻略6選でしたが、ぜひね、今回の動画何回も見て、皆さんの冒険を好きなだけ味付けしちゃってください。最後のおまけのここね、スライムのところ、はぐれメタル結構遭遇率高いんでおすすめかもしんないですね。ぜひね、皆さん来てみてください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さよんなら、バイバイ。さあ、頼む。マジで逃げない。マジでいけんのいけんのいってくれ。頼む。いけない。止めたー。